それではステント回収の方法についてご説明いたします。まず9番にステンティングを行おうとして挿入できずにガイドカテーテルにステントを回収作業をする際にステントが脱落したという想定でステント回収を行いたいと思います。スネアはこのようにマイクロカテーテルにセッティングしてモノレールデバイスを載せる要領でワイヤーに載せガイドカテーテル内に挿入していただきます。スネアを送り込んでできるだけステントの金端で掴んでいただくような位置に持っていきます。適切な位置に来た時にマイクロカテを押し込むことでスネアの輪を締めていただきます。でここでしっかりステントを掴んでいただくことが必要になります。で掴みましたらこの位置でトルカをしっかり締めて緩まないようにステントを掴んでください。スネアで確保したステントをバッキョいたします。でこの際できるだけステントとガイドカテーテルがコアキシャルになるように工夫していただきますが、通常脱落したステントはなかなかガイドカテーテルの中に引き戻すことはできませんので、この際システムごと末梢の動脈まで引き戻していただくことになります。ステントを6フレのシースの中に回収できないような場合には4フレのシースの先端をこのように花びら状に切断してこれで包み込むようにしてステントを体外に回収することが可能になります。これで引っ込みますと 4F シースの先が花びら状に開きますのでこのまま引き込んでいただきますとシースの中に収容することが可能になります。ステントの回収法に2つのワイヤーを使って回収する方法がございます。この場合セカンドワイヤーをステントのサイドを通していただいてディスタルでファーストワイヤーが通っているのと違う枝にセカンドワイヤーを挿入していただいて手前にトルカ2本のワイヤーにトルカもかませていただいてこれをねじっていただきます。2本のワイヤーの手前にトルカをかましていただきましてこのトルカを回すことによって2本のワイヤーを編んでいく形になります。これはかなり時間がかかりますので通しを見ながら十分このよりが手前から先端に移動していきますのでこのよりが十分ステントの先端まで達していることを確認していただきたいと思います。十分絡んだところで引いていただきますとステントを細くすることができますのでそのまま末梢まで引き戻していただければいいと思います。